魔女先生と弟子のマリー、魔法のキノコを探して大冒険。これは遠い国のお話です。とある山奥に意地悪な魔女先生とその弟子である少し抜けたところのある女の子マリーが暮らしていました。これマリー、腹が空いたから魔法で料理を作りなさい。はーい。マリーはまだ半人前の弟子ですが、少しだけ魔法を使うことができます。マリーが指を振るってテックツンタリポナーと唱えると、包丁が宙に浮かび野菜を切り始めました。その間に鍋が自分で湯を沸かしパスタを茹でていきます。あっという間に魔法でナポリタンが完成しました。ところがそこに魔女先生の怒鳴り声が響きます。こらマリー、いつになったら料理はできるんだい。料理ならナポリタンを作りましたけど。ならなぜそれを皿に盛り付けてこちらに運んでこないんだい。だって料理を作れとは言われましたけど、それを運んでこいなんて言われてませんし。このおまぬけ、まったく、少し自分で考えれば料理を運ぶくらい思いつくだろうに。そう、マリーは自分の頭で考えるということをしないので、いつもドジばかりしていました。いいかいマリー、お前は自分の頭で物事を考えられない間抜けだ。それは分かったね。そんな何度も間抜けって言わないでくださいよ。うるさい。とにかく今から言うことだけは絶対に覚えておくんだ。いいね。覚えておくことって何ですか？お前は1日に3回までしか魔法を使えない。これが今のお前の実力だ。3回以上使ったらどうなるんですか？そんなことも考えらんないのかい。人の体には決まった魔力というものがある。その魔力を使い果たした上で魔法を使ったらその場に倒れて二度と目を覚ますことはないだろうね。ひっ！先生の恐ろしい話。それにマリーは怖くなって体をブルブル震わせました。次の日の朝、マリーはいつもより遅く目覚めました。普段なら先生が起こしに来るので嫌でも早起きになるのですが、今日は先生が起こしに来なかったのです。先生ったらどうしたんだろう。お寝坊かな。マリーは気になって先生の寝室に向かいました。先生、寝てるんですか？寝室に入り、マリーは先生に声をかけます。ところが先生の姿を見てマリーは悲鳴を上げました。なぜなら先生が床に倒れて動けなくなっていたからです。先生、
先生は熱があるのか、顔を真っ赤にしてうなされていました。苦しそうに何度も咳き込んでいます。マリーは慌てて先生をベッドに寝かせ、濡れタオルを作って額に当てました。しかし、いつまでたっても熱は下がりません。どうしよう、どうしよう。マリーは今まで先生に頼りっぱなしでした。そのせいで自分で何かを考えるということができません。このままでは先生はもう目を覚まさないかもしれない。そう思ったらマリーは一気に怖くなりました。私が助けるしかないんだ。大切な魔女先生を救うため、マリーは動き出します。まずは何をすべきか、自分の頭で考えてみました。先生の熱を冷ますには、あ、そうだ！薬の作り方を書いた本があるはず。マリーは先生の本棚に向かうと、片っ端から本を調べていきました。すると、とある本をめくっている中で、マリーの手が止まります。あった！熱冷ましだけ！これがあれば熱が冷めるはず。このキノコが生えているのは、この山の頂上だ！こうなったら、いても立ってもいられません。マリーは濡れタオルを新しいものに変えると、うなされている先生に声をかけました。先生、もう少しだけ待ってて。必ず熱冷ましだけを取ってくるから。マリーは先生の家を出ると、山の頂上に向かい始めました。うんとこどっこいしょ、うんとこどっこいしょ。マリーはどんどん先へ進んでいきます。ところが、まあ大変！なんと、崖にかけられているはずの橋が崩れて進めなくなってしまっていたのです。どうしよう。マリーはどうすればいいのか自分の頭で考えます。どうすればいいんだろう。そうだ！橋がないなら架け直せばいいんだ。それからマリーは魔法を唱えます。レオナ・ヨシハ！すると、崩れていたはずの橋が元通りに直っていきます。やった！これで橋を渡れる！直った橋を渡り、マリーは先を急ぎます。うんとこどっこいしょ、うんとこどっこいしょ。ところが、マリーはここで一番会いたくなかったものと出会ってしまいました。ぐるる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 。ひっ！それはなんと野生のクマでした。どうしよう。どうすべきかマリーは自分の頭で考えます。どうしよう。下手に逃げられないし、
そうだ、こうなったら。マリーは再び魔法を唱えます。ケイデン豊マーク。マリーが魔法を唱えたのと同時に、クマがこちらに襲いかかってきます。しかしマリーは慌てずクマをつかむと投げ飛ばしてしまいました。せいや！魔法の力でクマははるか向こうまで投げ飛ばされてしまいます。これでもう大丈夫。クマを無事追い払い、マリーはさらに先へ進みます。うんとこどっこいしょ、うんとこどっこいしょ。ところがマリーはここであることに気づきます。あれ？道を間違えちゃった。そう、マリーはクマに襲われ焦ったことで道に迷ってしまったのです。このままでは先生を助けるどころか自分の命の危機です。どうしよう。マリーは自分の頭を働かせと考えました。そうだ、さっき熊を空へ飛ばせたんだから。マリーは早速いいことをひらめき、魔法を唱えます。ベトーラーソ。するとマリーの体がふわりと浮かびます。そう、マリーは空を飛べる魔法を唱えたのです。最初からこの魔法を使えばよかったかな。まあいいや。こうしてマリーは空を飛んで山の頂上へ一直線に向かいました。山の頂上に着き、マリーは熱さまし岳を探します。本にはこの辺りに生えてるって書いてあったんだけどな。どこかな？そこかな？あった！マリーは頂上をよーく探して一つだけ残った熱さまし岳を見つけました。マリーは早速熱さまし岳を手に取ろうとします。ところが、待って！そこに現れたのは小さな男の子でした。男の子は震える声でマリーに向かい叫びます。その熱さましだけ取らないで。なんでこれがないと先生が。お母さんが高熱でその熱さましだけがないと死んじゃうんだ。お母さんが死んじゃう。その言葉にマリーの頭は真っ白になりました。マリーは悩みます。男の子に熱さまし岳を譲ったら魔女先生が死んでしまうかもしれません。逆に熱さまし岳を自分が持って帰ったら男の子のお母さんは死んでしまうでしょう。私どうすればいいの？マリーはうーんと必死に考えます。自分で考えることがこんなに大変で辛いことだとマリーは
初めて知りました。先生を救うか、男の子のお母さんを助けるか、悩んで悩んで悩んで、マリーは自分なりに考えて、ついに答えを見つけます。先生が死んじゃうのは嫌だし、男の子のお母さんを見殺しにもしたくない。だったら、マリーは熱さまし岳を魔法で増やそうとしました。しかし、その魔力を使い果たした上で魔法を使ったらその場に倒れて二度と目を覚ますことはないだろうね。そう、マリーはすでに3回魔法を使っていました。4回目の魔法を使えば自分が死んでしまうかもしれないのです。それでもマリーは魔法を唱えました。ロエフにスターフよ、この木。マリーの魔法により熱さまし岳は2つに増えました。同時に体から魔力がなくなり、マリーはその場に倒れます。お姉ちゃん、大丈夫？お願い、この熱さまし岳を山奥の先生に届けて。どんどん目の前が真っ暗になり、マリーはそのまま動かなくなりました。そしてマリーはなんだろう、暖かい、ポカポカする、そんなことを感じながらマリーは目を覚ましました。かすれる目でよく見ると、すぐ近くに先生の姿があります。どうやら熱さまし岳のおかげで先生の熱は下がったようでした。よかった、先生無事で。この大バカ者、どこが無事だというのかい。私が魔力を注入しなかったら、お前は今頃死んでたかもしれない。魔法は1日3回までと言ったのを忘れたのかい？ごめんなさい。先生に叱られ、しゅんとしてしまうマリー。ところが、先生はそう言ったかと思うと、マリーのことを力いっぱい抱きしめました。先生の目には大粒の涙が溜まっています。自分でちゃんと考えてよく行動したね。お前の気持ちはちゃんと伝わったよ。よく頑張った。はい。泣きながら語りかける先生に、マリーも一緒になって泣いてしまいます。先生の家に2人の泣き声が響きました。その後、マリーは無事に回復して元通りの生活ができるようになりました。伝え聞いたところによると、あの男の子のお母さんも無事に回復したとのこと。
はい、ナポリタンできました。おや、今日のナポリタンはいつもと違うね。今日は自分で考えてナポリタンにミートボールを入れてみました。どれどれ。マリー、悔しいが、なかなかやるようになったじゃないか。やったー！自分で考えることができるようになったマリーは、それからいっぱい勉強をして、とても立派な魔女になりましたとさ。